20年体感的にはまあ長い時間ですよね。だってさ、成人になれるんだよ。長い時間だと思う。でもなんか結構あっという間な感じもあります。日本デビューとは冒険だったけどやりがいのある冒険でした。なんていうのかな、結構大変なことばっかりでしたね。言葉的にもそうですし、その文化の違いとか、また14歳の頃だったから韓国から離れるのにもそんなに慣れてなかったので、そこから来るホームシックとか、また経験がそんなにないからそこから来る大変さとかもありました。青い空はいつも同じで孤独の不思議さね。悲しみも寂しさもすべて隠しているみたい。作詞はね、本当にどうすれば自分の気持ちがかっこつけずに素直にみんなに分かりやすく伝わるんだろうって。だからなんか素敵な文章を作ろうとするよりかは、まず自分が今感じてることを文章にしようって思ったし、それは今歌詞を作詞する時も一緒だと思います。だからムーン&サンライズの歌詞カードが全部ひらがなで涙だけが漢字だったっていう、まあ悲しいよね。今はすごいそれがね読みづらいのひらがなだらけはさすがに読みづらいです。漢字にルビがついてあるとその意味もわかるし、なんか読みやすいし。でも当時は日本行って1年2年ぐらいの時期だったから、ひらがなしかわからなくて、歌詞に一番出てくる単語が涙って結構覚えやすいじゃない。だからそれを覚えてたと思う。それいつからだろうね。なんか ID ピースビはほらデビュー曲だったから、それを日本語に変えてデビューシングルにしたけど、その曲以降は日本の作曲家さんの曲で日本の詩をつけて歌い出したじゃん。でもなんか最近「オンリーワン」とか「キスマイリップス」とか、なんか最近の曲の方が日本詩をつけた曲が多いかな。もうすごいね、覚えるのが大変。なんか曲がいいし、すごくヒットした曲だから、これも韓国語バージョンで聴きたいとか、この曲は日本語バージョンも欲しいっていうところから始まったと思うんだけど、まあでも面白いのが、韓国のファンはバレンチは日本語がいいとか、メリクリは日本語がいいとか、逆に日本のファンはオンリーワンは韓国語がいいとか、なんか全然こう予想以外の意見もありますよね。意識してること、まあいい曲を作ってお届けすること。まずはいい歌を作って、いい歌を歌って、自分が作曲作詞しなくてもいい曲を歌うのがすごく大事なことだと思う。全力で今日いろんな曲を歌って踊っていきますので、皆さんもぜひ一日よろしくお願いします。いろんな形のいろんなライブをやってきたじゃない。でその頃流行ってるファッションとか髪型とか
あるし、あれがツアーでほらカツラをたくさん変えてつけるライブは今見てもちょっと私結構恥ずかしいな。それなんかライブのせいもあるんですよ。ライブが始まる時は雨が降ってなかったけど、終わって皆さんが帰る頃から雨が降り出すとか、だからなんか雨女って呼ばれてるけど、結構仕事だけだと思う。それも最近はまあライブやってないから分かんないけど、結構晴れ女って呼ばれてます。皆さんどうもありがとうございました。なんかゼップツアーを始めるっていうこともあったけど、その当時ライブの初日を前にして数週間前に足を怪我して踊れる状況じゃなかったのね。だから踊りを省いて、ダンサーはもちろん動いてもらうんだけど、自分はやっぱり踊れる状況じゃなかったから、より歌に集中できるライブに変わってきた。もともとイントロの曲から私もちょっと動きがあったりしてステージがあったけど、もう足が全然動けない状態だったから、靴も変え、ステージングの演出も変え、だからこそボアザライブっていう色がはっきりとついたと思うけど、まあ、結果的には良かったなって。まあ、歌集中で聴けるライブ。クリスマスライブはなんかボアザライブっていうライブがブランド化されて、そこからなんかクリスマスライブもやりましょうっていう流れ的にそういう風になってきたけど、でも私一番最初のボアザライブクリスマスはすごく楽しかった。なぜかというと、ストリングスと一緒に一部をやって、インターミッションを20分挟んでからちょっと踊りを見せながら楽しいクリスマス雰囲気を作る、そういうライブにしてきたけど、なんかオーケストラと一緒に歌うチャンスがあんまりなかったから、すごく豪華的だったし、自分がもともと好きだったクリスマス曲をカバーできたり、自分の曲もちょっとアレンジを変えてみたりして、今までのそういう見どころ満載のライブからちょっと一歩離れて、なんか音楽的にゴージャスなそういうライブができたから、すごく自分的には一番最初のクリスマスライブは印象的です。なんか外国人としてある国に代表する、季節を代表する代表曲を持ってる、それに対してはちょっとプライドあります。なんか周りからメリカリが流れると日本に冬が現れたと感じるっていう話をたくさん聞くから、季節とともに思い出せられるそういうアーティストじゃん。
だからそれに対してはちょっと本当にプライドあります。本当幸せなんか歌えないもん。すごくなんか温かい幼いメリクリだなとは思います。なんか人生の中で初めてメリクリが歌えなかったと思います最初からマイルストーンまでこの10年間のいろんな曲を歌ってきて、なんかボアコ頑張ってきたなと思ってミュージックビデオで印象的だったのは、まあそれぞれのミュージックビデオに対する印象はありますよ。例えば何があるんだろう、まあ「Listen to My Heart」とか、そのドライヤーがマイクになるとは思わなかった。私もそれが出来上がってからなんで私マイクみたいに持ってるのって思ってたり、まあ、メリクリの撮影の時の後半のところから出てくる雪はみんな CG だと思ってるけど、本当にトマムからの初雪だったし、その量が多すぎてもうレンズにそのまんま表現できたと思うし、あとはもう海外に撮影 しに行ったこと、韓国でも撮影したこと、オンニワとかは日本語バージョンで撮り直したこと、キスマイリップスとかは韓国で韓国語と日本語両方取らなきゃいけなくてすごく大変だったの。なんか頭の中でオンオフのスイッチがもう分かんなくなってきて、後からは、まあ、いろんな思い出はあります。今すぐに伝えたい心の私はバレンスだと思うけど、シャインミアを思い出す人もいるし、あとなんか
逆にキー・オブ・ハートとか結構分かれる。圧倒的な夏曲は何なんだろうね。まあでもバレンチかな。ドドンドンクリック以降で全世界にスプレードする、そういう時代に生きてるとは思わなかった。最初はやっぱり2000年代の時にはオフラインだったじゃない。対面して会いに行って会いに来てもらって、そういう同じ時間で同じ時間を過ごして、でも今やまあコロナのせいもあるけど、オンラインの世界で交流することが当然になってきた今の時代もすごく面白いと思います。You were always my best friend 変わらずこのまま支えたいよずっと I wanna be there for you 泣きたい時ファンはなんだろう、もう長く付き合ってる地元からの友達な感じしない？なんかもう20年じゃん。だからなんだろう、ただの友達ともなく地元の友達みたいな。ちょっと会わなくてもいつ会っても昨日一緒だったような、昨日も一緒だったような、そういう友達の関係じゃないかなと思います。 MC を長くすると歌う前に泣いちゃいそうだったんで最後まで我慢しました。ありがとうございました。目標は、まあいい音楽を続けることはもう本当にそれは当たり前なことだと思って、なんか面白いのやりたいなと思います。それが何なのかわからないけど、なんか面白いことないのかな。なんかあったらいいなまず日本行きたいですね。今はもう私の人生の中こんなに長く日本に行ってないのは初めてなんで、すごく行きたいし、みんなにも会いたいし。あなたにはまだ言えなくて本当に生み出せないこんな私いや、なんかみんなから結構言われるんですよ。20年を一途で進められる秘訣って結構聞かれるんだけど、なんだろう、好きだったから、あと楽しかったから、あと毎回同じことが現れない仕事だったから続けられたと思う。
なんか曲も毎回違って振りも毎回違って同じセットリストでも場所が変わってお客さんが変わってバラエティな今の仕事だったから20年続けられたと思うんだけど、まあ振り返ってみるとあっという間だったけどいろんな経験ができて楽しい記憶しか残ってないかな。けどやっぱり若い頃は家族と一緒にいるべきだと思いますおすすめはしないダンスね本当は好きじゃないんだな本当は好きじゃない歌は上手くなりたいな今でも。まあ踊りもそうだけどね。なんか踊りも歌も好きだけどもっともっと好きもっともっと上手くなりたいから嫌いになったかもしれない。皆さんボアです。なんかこの長い間カメラ目線でしか挨拶できないからちょっと不思議な感じもあるんですけど、皆さんと一緒に音楽をシェアして20年を迎えて不思議な気持ちです。まあ日本に初めて行った頃は14歳でこんなに日本語も喋れなかったし、まあ足りないところたくさんのすごくちっちゃい子供だったんですけど、そういう自分も好きになってくれて応援してくれて大人のボアになったんですが、皆さんと人生を一緒に歩いてる感じがします。でこれからもまた楽しい何かないのかなって、まあ年は取っていくけど私はね思うほどそんなに大人じゃないと思います。皆さんと一緒にできる楽しいことを一生探して、みんなにも私にも素敵な時間を一緒に過ごしたいなと思います。大変な時間が長く続いてるんですけど、皆さんに次回お会いできる時は、元気なボアと皆さんで一緒に遊びたいなと思います。その時まで元気にいてくださいね。バイバイ。頑張って。そんなに頑張んなくていいと思う生まれ持ちは完璧じゃないけど完璧なボアになりたい人間です。お疲れ様でした。ほな